言われてボロボロです。こんな感じになってしまいました。おはようございます。仮想大会改装機の細です。今日はケイキャンインディ727のポップアップルーフの改良についてです。ついでに一から作り直したこちらのポップアップルーフについても紹介させていただきます。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。こちらのポップアップルーフ、購入した時はこんな色のポップアップルーフでした。シミはついてますし、もうひび割れてボロボロです。最初は洗えば綺麗になるかと思ったのですが、ブラシでこすってみたら表面が落ちてしまってこんな感じになってしまいました。とても掃除して綺麗になりそうにないので、こちら新しい生地を購入し、一から貼り直しました。作り直す上でまず大変だったのは、取り外したポップアップルーフをバラバラに分解した後、同じ大きさに切ることでした。裁断という工程になると思いますが、こちらの生地、伸び縮みする生地なので、実際外してみると、まっすぐのはずのところが曲がっていたりして、もともとどんな形だったのか、いまいちわかりませんでした。想像しながらなんとか切って、最終的に合ったので良かったのですが、合わせるまでは本当に形が合っているのか心配でした。次に大変だったのが、こちらのポップアップルーフをミシンで縫っていく工程、縫製になります。今のインディ727のポップアップルーフの生地は、こちらの生地より少し薄い生地が使われていると思いますが、断熱性を考え、ウェットスーツの生地で作り直しました。こちら厚みが結構あるので、ミシンで縫うのは結構大変でした。よく見ると、まっすぐ縫えてないのが分かってしまいますが、これでも頑張って縫いました。そして、この辺りとか、端が見えないように頑張ってミシンで縫っていきました。ちなみにこちらのネットですが、もともとはこちらの白のネットが使われていましたが、白だと外がよく見えないので、黒のネットに交換しました。こちらの方が外が綺麗に見えると思います。ポップアップルーフの張り替えについては、動画下の説明欄より別の動画をご覧いただければと思いますが、今回のメインの改良ポイントですが、こちらのよいしょ、よいしょ、ベルトについてです。ポップアップルーフを畳んだ時にこちら生地がベローンと下がってしまうのが嫌で、生地を留めておけるようにベルトを取り付けたのですが、よいしょ、結構取り付けが面倒です。そうなんだ。止めることですっきりしますし、棚にアクセスできるのはいいのですが、今回こちらの止めの部品を面ファスナーに交換してみたいと思います。まず取り外していきます。小型の電動ドライバーでは回すことができませんでした。硬いな。よし。はい、今日も作業していきます。インディ727のポップアップルーフの生地を留めていたベルトを取り外しました。こちらを面ファスナーに交換したいと思いますが、その前に何がどう不便だったか詳しく説明させていただきます。こちらはダイソーで購入したカバンテープとバックルアジャスターを使って作成したベルトになるのですが、まずこちらのバックルアジャスター、
ちょっとめんどくさいなと思ったのが、ここつまんで解除するんですけど、分かってれば簡単に外れるんですが、最初これがどっちにつながってるか分かりにくいので、ここつまんでも外れません。こっちからつまめば外れます。まず初見では外す方向が分かりづらいというのがこのバックルアジャスターの問題です。次に実際ポップアップルーフの生地を留めるときには片手で生地を丸めて押さえながら留める必要があるのですが、片手で押さえながらこれを片手で留めるのちょっと留めにくいです。そこでバックルアジャスターの代わりに面ファスナーを取り付けることで片手でベルトと生地を押さえながら面ファスナーで留めれるようにしたいと思います。まずはこちら縫い付けてますのでほどいていきたいと思います。ほつれないようにライターで炙っておいたんですが、それでもやっぱりちょっとほつれますね。よっしゃー。やっとすべてほどき終わりました。はい。端はライターで炙って少し溶かしほつれないようにしたつもりだったんですが、結構糸出てきてますね。もう少しほどけないように考えないとダメですね。白くなるので使いたくないんですが、接着剤で少しこの端の部分ほつれないように固めておこうと思います。ああ、くっついた。ああ、手袋してる意味ないな。よし。止めるときにちょっとこれ短いな。やっぱりもうちょっと長いのが必要だな。このカバンテープちょっと解体したいと思います。はい、100円ショップのワッツでカバンテープ買ってきました。こちらのカバンテープダイソーで購入したと言いましたけれども、ダイソーに行ったら置いてなかったので、もともと100円ショップのワッツで買ってたかもしれません。すいません。それからついでに縫製用の面ファスナー、商品名としてはワンタッチテープ買ってきました。ワッツには白と黒の面ファスナー以外に赤や黄色、青色などの面ファスナーも売ってたので、ちょっと青色の面ファスナーも買ってきました。今回はわざと目立つようにこの青のカバンテープには白の面ファスナーを縫い付けますけれども、目立たないようにしたいなっていう場合には青色の面ファスナーを縫い付けるのもありだと思います。こちらの上につけてた部分、こちらのバックルをつけてたよりもバックルを取り外すとかなり短くなってしまったので、新しくカバンテープを使って作り直します。はい、これで作り直していきます。念のため接着剤でも留めておきます。やっぱり穴開くんじゃん。半分に切っていきますか。下糸を青色に変えます。
表面上糸を白にして下糸を青にしたので目立たないように縫えたかと思います。上少し折り返してるのでちょっとつまみやすくなってると思います。あと3つ合計4つ縫っていきます。下に取り付ける用4本のベルトができました。あと上につける用の4本も面ファスナー縫い付けていきます。ちょっとずれちゃいましたね。で、ごまかしましょう。はい、こんなもんで。最後の1本縫えました。これで上下4本ずつ8本縫い終わりました。はい。午前中雨降ってたんで、取り付けどうしようかと思ったんですけど、昼から天気良くなってきたんで、昨日ミシンで面ファスナーを取り付けたベルトをポップアップルーフの方に取り付けていきたいと思います。面ファスナーにはこちら表面の柔らかいメス側とこちら表面に引っかかりのある硬くてザラザラしたオス側2通りあり、これでくっつけることができるわけですが、取り付けるときにはこの柔らかい面のメス側を下にこの引っかかりのある硬い面のオス側の方を上に取り付ける予定です。というのもこの引っかかりのあるオス側の面ファスナーは素材によりますが服に引っかかったりします。特にニットなどは糸が出てしまう可能性がありますので、できるだけ服が引っかからないところに使用するのがベストです。なので下に取り付けて服が引っかかってもいけませんので、このオス側は上、メス側を下に取り付けます。それでは取り付けていきたいと思います。実は明日の朝には12ボルトのエアコンの取り付け講習を受けに行くので、なんとか今日のうちに取り付け終わらしたいと思います。よいしょ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 。あとは、よいしょ。違う、逆だ。こうだな、こっちだ。よし、こっち向きだな。よいしょ。よいしょ。丸めて。結局片手じゃ難しいな。あ、でも前より全然楽。あ、やっちゃった。しまった。ここ向き逆だ。こう向きに取り付けなきゃ。くそ。外すのもこっちの方が楽ですね。あ、ここを一回外して付け直します。こっち向きです。よし、今度は大丈夫かな。よいしょ。こっち向き。よいしょ。前よりも取り外しも簡単になりましたし、取り付けも簡単です。面ファスナーの方がやっぱり楽でいいですね。はい、今回は
ケイキャンインディ727のホッパープルーフの改良についてお伝えいたしました。またちょっと空が怪しくなってきましたけれども、なんとか雨が止んでる間に取り付け終わることができました。明日は 12V エアコンの取り付け講習に朝から行かないといけないので、なんとか今日終わってよかったです。なんかちょっと降ってきたな。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。12V エアコンの講習の内容は非公開なのでアップできませんが、インディ727に取り付けることになれば動画アップさせていただきますので、チャンネル登録お願いします。